58年前に女性陣が集まって始めたおかみさん会。リオのカーニバルが行ってんで、それを取り入れたんですね。まあやっぱり町おこしですよね。神話で町おこしです。都市ジャパンチャンネル。浅草十和田の富永照子さんにお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。富永さんは浅草の生まれでいらっしゃいますよね。はい、そうですね。ご実家の方が何か江戸時代からご商売されてるんですか？そうですね。江戸でまあ露天商ですよね。仲見世ですからね。もう江戸時代からってすごい長いですね。小さい店だから、まあ文久生まれのおじいちゃんが柿柄町の米の相場師。みんな昔は相場師あったでしょ。小豆相場と全部相場です。おばあちゃんがよく言ってました。博打で買った時はないとみんな持っていっちゃうって、まあ昔のね、この戦争のお寺長屋じゃないけど、酔い越しの金を持たないということですね。というかもう持ったら、もう牛屋へね、花垂れ小僧を連れてってお札ばらまいて、っていうような生活だったんですね。それで今はこの浅草の、お蕎麦屋さんのおかみさんなんですね。そうですね。これも商売がしたんですよ。松竹のね、このロックの映画館がみんななくなって、テレビに押されて、それでまあボーリングとか、そういうふうに変わってきたんで、やっぱりこの商売街をしたんですよね。まあこのうちは大正13年。この富永のうちはね。で、このうちも、まあ、いろいろ初代が、いろいろ商売がして、戦前からこの菊水堂ってお菓子屋になった。おかみさんは浅草の生まれということなんですけれども、第二次世界大戦で浅草が焼けてしまった頃から浅草を見てらっしゃるということですよね。そうですね。でも小学校2年生だったんで、まあ埼玉県の、まあ、江戸っ子で疎開先がなくてね、うちはおじが軍事工場かなんかやってたんで、それを頼りに埼玉県の春日部っていうところへ小学校2年生から4年生までいました。5年生に浅草戻ってきました。5年生で浅草に戻ってきた時っていうのは、まだあれですか、戦争の傷跡が。全然ここから上の山が丸見えだった。もう建物も何もなくて。そうです。バラックみたいなうち。その時代からこの今のにぎわう浅草の姿、ずっと見てらっしゃったということですね。浮き沈みよね。もう戦後は良かったですよ。朝鮮戦争とかあったでしょう。医者だの、船員だの、仲見世なんかもみんな買って帰って、もうすごい景気良かったですよね。昭和39年のオリンピックまではもう大劇でしたよ。昭和39年のオリンピックまでは、そうですね、そこまではもうすごく良かった。まあ、あれですよね、今、東京は新宿とか渋谷とか、繁華街がいっぱいありますよね。でも、その戦後でしたら、やっぱり中心地は浅草だったということですよね。だってもう、スリが出て、私の子供の頃は中見世のこういう狭い店ですけど、もう木引きとかって捉えたり、もうスリなんてもう本当にいましたよ。1964年の東京オリンピックまでは景気が良かった。そうですよ。だって新幹線ができ、高速道路ができ、団地ができ、あれよあれよってばいい。日本の高度成長の恩恵を受けてきたということですかね。それでも週刊誌がね、書きながらも食べ物がやっぱり浅草が一番老舗があってね。でも今全然もうそんな時代じゃないですよね。時代は変わりましたね。老舗が苦戦してる時代です。優勝正しい店はちょっと苦戦してますね。それが実情かもしれないということですかね。おかみさんは今、十和田のおかみさんというふうに言ってますけれども、実際はおかみさん会を立ち上げたメンバーでいらっしゃったということですね。そうですね。最初に立ち上げた私と浅草今半と。そのおかみさん会を作った理由っていうのは何なんですか？
やっぱりこう、町がダメになったら、次の子供たちが町を渡そうってたじゃん。これじゃあね、後取りもいなくなっちゃうんじゃないかっていうほど危機感がありましたよ。そうすると、東京オリンピックの後に景気が悪くなった。だからテレビに押されて映画が全部潰れてったでしょ、松竹が。この通り全部映画館だった。全部シャッター。たくさん映画館があった。全部映画館。昔はその前に実演劇場もあったんでしょうけど、映画館でみんなシャッターの前が自動販売機です。もう週刊誌はゴースタウン、ゴースタウンって書くわけ。それでどうにか街を盛り上げなきゃいけないということで、おかみさん会を作ったということですか。次の子供に街を渡そうって言われたんですよ。女性が団結したというそうですね。そうですね。まあ、これは一応神聖のおかみさんたちよね。具体的には何を最初されようとしたんですか。昭和42年、45年に観光案内図。ということはさ、地方行くと駅前にこう案内図があるでしょ。どこの山に登れ。浅草、ね、中道の真ん中で観音様はどこですかって聞かれるようになって。暗くて。暗くて。中道の真ん中で観音様はどこですか。本当に切ないですよね。おかみさん会で、まあ、バザーだか模擬店みたいにやって、まあ、お金貯めて、雷門と観音様と、昔国際劇場あったでしょ。それと観光案内図を置いたの。で、まあ、新聞社を呼んで、取材してもらった。だからすごく、まあ、あ、そうかって、やっぱり女性が立ち上がると取材してもらえるんだっていうんで、マスコミっていうことを、まあ、分かったんですね。やっぱりマスコミに載せなきゃいけない。はい。それがおかみさん会の最初の仕事でしたね。その後にたくさんの功績を作られてきてますね。その次はやっぱり大変で、無認可保育園。みんな子供をね、働いて預けるとかなくて、じゃあ保育園やろうって言って、まあ友達のマンション借りて、無認可保育園。そこで非常にお金がかかる。どうしよう。補助金もらわなきゃいけない。っていうんで、やっぱりそういうもらうのには政治も必要だ。っていうこともだんだん分かる。税と政治は国民の生活に入ったっていうのがその自分の話です。浅草サンバカーニバルを立ち上げたんですよね。あれは三社祭りも担いでもないぐらいされた。お酒持って頼んだり、墨田区の人に頼んだりして、おみこしが上がってた。今すごいでしょ、喧嘩で、すごい担ぐで喧嘩で、もう棒のタッチまで決められてる。ね。そうですね。そんな時代でしょ。だから、まあ、そういうことがあって、担ぎでもなかった。信じられないですね。信じられない。で、まあ、これは私じゃなくて、その当時の区長ね、内山区長がアイディア区長って言ってて、まあ、新しいもの好きだったんで、映画俳優で伴淳三郎って、伴淳、喜劇役者。その人が、なんかブラジルのサンバカーニバルがいいんじゃん。阿波踊りをやろうって言ったの。最初は阿波踊り。吉祥寺より浅草のがいいだろう。阿波踊りはいいだろう。言ったら阿波踊りなんて古いよ。リオのカーニバルがいい。ってんで、それを取り入れたんですね。聞いたところによると今年40回目。そうよ。ただ途中でやらない年数がありましたよね。コロナとかね。これはもうできないね。だから実際43年前だったっていうふうに読みましたね。その前に、2階建てバス、ロンドンバス。それ入れたんですよ。浅草にロンドンバス ?2 階建てのロンドンバス入れたんですか？それが、少年の会長がロンドン行ってバスに乗った。もう寂れてる浅草で、上の浅草、ロンドンも下町、上の浅草も下町、これを入れたいっていうんで、やることになりました。入れるって、まあみんなほら、エロッコだからさあさあ決めちゃった。さて、輸入の仕方も分かってなくて、ね、ロンドンから入れたらとてもじゃないけど、返さなきゃいけない。その頃香港も英国領そうでした。だったら、私香港にもちょっと関係あったんだから、じゃあ香港からいろいろ調べた結果、商社の
社長と仲良かった。うんでオーストラリアが英国シドニー、うんそこだったらいいって言うんで、そこからバスを買った。シドニー。シドニーから買っああ、オーストラリアのシドニーうんから買ったんですか。た。古いのをね、あー3台ぐらい買ったんで3台も買った。それでその輸入の方法もね、えいわゆる三国間貿易とかまあね、え、なんかあったけども、その社長がいなかったらもう浅草人間は英語もね、うん、その社長がみんな交渉してくれて、うまく貿易もバスをね、うん、輸入してくるなんてなかそうなか難しいですよシドニーから入れてき今でも東京都内で2階建てのロンドンバスがもし走ってたら、とても注目ですよね。たまに、広告のバスがたまに、走ってますね。もうお金は取れないですから、えでそれでなんでっていうと、じゃあ入れたはいいけども、日本の法律は 3.8 メートル、ロンドンの法律は 4.3、英国のね、はい、バスの高さが。そうじゃあもうダメってこと。それを重宝期があるために、おかみさん会が、時の地元の大臣にお願いをして、みんなで行って運輸大臣を口説いたってとこが始まりなんですよ。重宝期を1ヶ月。それいつの何年の話になるんでしょう。ロンドンバス入れたのに53年でしたかね。昭和53年。それで、情報機を時の運輸大臣、埼玉県の福永健治さん、山田先生に紹介されて、旦那氏がぐじゅ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 言ってんだけども、大臣お願いっつって、取った。で、無事に通ったっておかみさんから。それからまた大変なんで、やろうやろうと言って、これはもうお金がかかります。ね、三社祭りは古いお祭りにお金出すことは知ってたけど、新しいイベントにお金を出す実証、この祭りなかった。ちなみにそのロンドンバスを買うお金は1500万円。1500万円。持って買ったでしょ。誰が払ったんですか。だからそこで足んないとこの1500万を、ちょうど私がサントリーがビール売り出しました。新しいビール。売れない困ってた。でうちの実家、中見さんの隣の娘さんがサントリーの人と結婚したの。重役。それでサントリーに頼んで、そしたらちょうど運よくサントリーがお金いっぱいあったんですね。電通の広告費が余った。後で分かったんですけど、1500万渡す。その代わり、売れないサントリービールを1本残らずうちの弟で売ったんですよ。1本残らずよ。サントリービールなんて誰も飲む人や。当時はいなかった。今はね、三菱電機やキリンビールだとか言ってる。今じゃ人気ですけどね。そうよ、サントリービールを。サントリーって言うとウイスキーの会社だから。そう、初めて言うよ。ビールはね、それがで、ヘイグとデンプルってスコッチを書いて走った。それが当たりました。で、種銭ができました。儲かった。ね、みんなただで。それで観光客がたくさん来たってこと？観光客じゃない。みんなもうネットで九州から飛行機で来た。朝から並ぶ。驚きましたよ。そこで、ああやってイベントっていうのは、よそにないものやればいいんだっていうのが分かったわけ。バスはそれは有料で乗ってもらうんですか？有料はダメですよ。だって、情報機だもん。法律にないものを動かしたら無料でしょ。無料じゃいけない記念カードがありました。あそこにあるお皿。3000円記念。記念のカードとか、記念のお皿を作って買っていただく。それで利益が出た。で、まあ、1500万サントリーがくれたから。でも、1000万円じゃもかったじゃないけどね。それはもう旦那氏がお金持ってっちゃってから分かんないけど。で、種銭はできました。で、そのバスはどっかに寄付してるんですよ。今でもある。東京都の、遊園地がたまとこにあるところへ、まあ、今でもあると思いますよ。それで、まあ、1500万サントリーもらったのが私だから。超法規もやったのもおかみさん会だから、一応おかみさん会みたいになってるけど、乗っていいのったら奨励の会長さんですよ。日本で初めてこのジャズを呼んできてる。これがまた当たって37回です。37回されてるんですか？コロナ休んだから。ニューオーリンズでから、プロのあれですか、ジャズのプレイヤー来るんですか？まあ、今度招待しますけど、8月ね。忘れて言ってください。わかりました。もう素晴らしい。これは赤字にならないイベント。大体約10日間、8日間。コロナ減っちゃって今8日ぐらいですけど、まあ、熊本行ったり、韮崎行ったり、いろんな。もう工業誌みたいな仕事。これは工業誌、完全に。
だから工業士ですよ、私。浅草に女剣劇ってあったんですよ。剣劇。女剣劇。これを再現させて。でこれはもう定着させました。はい、SKD のレビューね。あ、レビュー。レビューはいいでしょ。ね、誰が見ても綺麗だ。素晴らしいですね。毎年定着。これもこれから。これはもう何十年やってます。次々新しいことや。これは浅草の街を盛り立てよう。そうそう。でね、今私が言いたいのは、浅草の街ってさ、もう今なんか特徴がないですよ。そうですか。なんか古い街並みも残ってて。そういうのあるけど、伝統文化でご飯食べてからない。伝統文化だけ食べられないから、浅草何がいいかったら、演劇の街でしょ。それは要するに真似できないから。ずっと歴代ね。それじゃあそれをやろうと。で、今、来月浅草歌舞伎。あれも連れてきたんだ、私。国際劇場がなくなった。それでこっち公会堂ができて、その時に、区会議の文化人の先生が、花道作れ。で、花道作ったんで、私とその先生が松竹へ行って、長山さんと専務に交渉して、台東区で浅草歌舞伎を育てる会って、で若手を呼んできて、10年ぐらいやらせて、尾上松じゃなくもう有名じゃないですか。あれ何もないのに10年で有名。浅草が育てたと言っても過言ではないぐらいですか。まああれはいい例だと思います。で、そのまあ亀次郎猿之助さん。まあ今でも一番仲いいです、私。ゲーム一番うまいと思ってるし。何やらしても最高ですよ。で、イノベーション、革新的なとこあって、宙乗りとかね。何やらしても彼はうまい。で、浅草歌舞伎を連れてきて、これももう何十年。もう右翼施設ありましたよ。東武赤字の時もあったし、いろんな時あったけども、まあ、今や若手歌舞伎の登竜門として、結構利益を上げてます。やはり浅草っていうのはエンターテインメントの街ってことですよね。インバウンドのお客さんたくさん来てますね。俺は震災、そうですかってインバウンドに切り替えたって不安じゃないですか、またいつでも。少しはこうね、変えてます、うちもね。違うのやってますけど、基本的にはそばとやってますけどね。天ぷらそば、寿司は好きですけどね、外人が。そうですね。もともと、十和田さんっていうのはなぜ十和田という名前にされたんですか？十和田っていうのは、じゃあ菊水堂って会社です。今でも会社、株式会社、お菓子屋の時、株式会社菊水堂。今言ったように、1時間にね、5人と2人しか通ってない時代があったんですよ。でもう悩んで、もうほら、昔映画を見てお土産買って、ね、コンビニも何もないが、住み込みでしょ、昔は。かっぱ橋とか、墨田区の町工場。みんな住み込みですから、来るとお土産買って、旦那やおかみさんが帰ったわけよ。それがもうテレビに押されて、映画全部閉まって、ね、ボーリングとか、もうあと全部空き家し、ずーっと空き家シャッター通り。もううるさい、寝るはもう詐欺だったんですよ。それでお菓子が売れにくくなったということですか？どうしようかって言ってる時に、うちの従業員の、おばさんのだって持ってきたお蕎麦がうまいんで、もう悩みに悩んだけど思い切って商売がして。でも52、3年ですまだ。それでも50年はだって昭和45年ぐらいだから。それなぜ十和田という名前なんですか？それでその職人が、この花輪の職人で花輪って、田舎の、で結局東北のものをそば粉から全部使うんで、じゃあ私たち江戸っ子で東北知らないから、やって和田君はいいだろうって。十和田君からその名前が分かりやすく、まあまあ良かったですよね。おばんですとかって来るんですよ。もう多分ね、十和田だとね、東北出身の人が経営してるのかなと思いますよね。どこですかって聞かれて、職人が花輪なんですっていうの。もう使ってるものもほとんど秋田のね、比内町の比内地鶏とか、まあね、みんなそば粉の比内町とか、鴨とかみんな使ってますから。
そうすると今、そば、日本そばを出されていて、まあ天ぷらとかもあって、お寿司も。これはもうしょうがなくて、寿司屋通りに寿司屋がみんな閉まっちゃった。あ、ここ寿司屋通りっていう名前ですよね。そうです。ということは昔寿司屋さんがたくさんあった。で今寿司屋さん閉まったから、十和田さんが寿司を出しているということですね。やっぱりイノベーション時代においてやらないとね。はい。中身さんなんかしょっちゅう紹介がしないとやってきませんよ。そうですね。中店なんかでもお店は一緒経営者は一緒だけど。それ変えてますよ。うちなんかも何回も。で、そういうところで育ってるから、まあ、でもこれだけの大型を買えるのはね、中店みたいに4坪ですから。買えるのそんなお金かかんないけど、こっちは40坪あるから、やっぱり。もう大変でしたよね、やっぱり。おかみさんは、菊水堂の今役職は何でいらっしゃる？社長です。社長でいらっしゃるんですね。息子が議員やってるんですよ。区議会議員。だからしょっちゅううちにいないし。で、今度孫に、一応、まあ、譲る段取りはもう後継者問題もありますよね、今ね。それはちゃんと考えてやってます。相続税もある、いろんなことがあって、簡単には、こんな小さいうちでも、相当お金がかかる、何千万かかかるんですよね。かかります。今、浅草おかみさん会の会長。そうです、会長で、あとあれですよね、全国のおかみさん会の会長をされてるということですか。すごく忙しいですね。でも全国はもう年に一遍、みんなで集まる、6回集まる。東京だったり、横山だったり、手挙げてもらって、その東京でおかみさん会ができて、ある意味成功していたから、全国でおかみさん会ができてきたということです。そうです。浅草ができたんで全部できたんで。女性に年齢を聞いたら失礼かもしれないですけども。88です。88。今月の17日で89です。89になる。それで今社長されてるということですね。でも大体まあ、後継者作って。おかみさんも多分20代ぐらいからは働かれて。もちろん子供の頃から働いてました。子供の頃から働かれて。それでもう今、間もなく90にもなろうというのにまだ働かれていて、素晴らしいですよね。まあ働くだけじゃバカですからね。やっぱり自分の趣味も全て。まあ私は自分の人生で、まあ娘の頃はね、仲見世ですから、まあお金はもうたっぷりあったから、もうお稽古とはもう、お茶にお花に長唄に、なんとかにお中時に、乗馬に水泳にスキーに、もう何でも。ドライブに会社乗り回したり、そういう贅沢は、4坪の店ですけども、でもほら、儲かったからね、戦後はね。まもなく90歳ということですけど、もう200歳ぐらい生きてるぐらい充実した内容だったんじゃないですか。そういうおかみさん会みたいな足跡もちゃんと残してるし。自分のところのね、お店のご商売だけじゃなくて、浅草地域、場合によっては全国の、そうですよ。なんかね、集客とかそういうことをね、貢献されてるんですよね。全部。いや、そう考えるとやっぱり200歳生きてきたんじゃないかって思います。本当に自分としては、ある意味では貢献。されてきてますよね。してます。今、肩書きとしてはどういう肩書きをお持ちでいらっしゃるんですか？肩書きはだってそれはね、少年の理事だとか、観光レビの理事だとか、区のなんとかだって、いっぱいありますよ。いっぱいあるんですね。で、私にとって大事なのは商売の次はおかみさん会ですから。おかみさん会が今一番大事な会。おかみさん会の会長、だって相当いろんな男の人と戦いでしたからね。もう立ち上がって潰され、もういろんなことやってきましたから。やっぱり男性との戦いもあったんですか？私の一生は旦那衆との戦いでしたよ。そうなんですか。あと振袖さんっていうのもありますよね。あれも下流会が高くてお客もいない、何もいないってるうちに、まあ大英の中内さんが新潟でこういうのは人もねやってんのや振袖さんっていうのっつって、まあ、いいことは真似しようっていうのが基本的な考えですから、まあそれでね旦那衆に邪魔されるから、もう旦那衆をだったと一緒に新潟へ連れてった。今日は舞妓さん、新潟は振袖さん、十日町っていうまあ有名な
あるじゃないでありすか。ますね。そこが寂れてるんで、芸者も年取ってるんで、若い子を募集して、給料制にして、で、芸が下手でも何でも、振り袖着て、で、年寄りの芸者、年寄りの芸者つけて、成功してるって中内さんが言ったんで、いいことは真似しようってのがおかみさんからのモットーで、行って、鍋茶屋で、もう飲んで歌って、あ、これはいいって言うんで、まあ、弟と、資本金、当時5000万集めた。その時中内さんが、もう本当に、ご口お願いします、会長。お金出して口出さない人って。まあ、中内さんに本当にお世話になってますよ。それで作ったのが振袖。浅草振袖。いわゆる舞妓さんじゃないけど、そういうイメージの。舞妓さんの真似ですね。真似というかね。今日は舞妓さん、浅草振袖さん。すごいいろんなこと本当されてますね。いいことを取り入れるのが、ね。おかみさんからのモットーですから。それもまあ、なんとか後継者、今やってます。成功してます。コロナの前に変わったの。だから苦労してお互いにね、まあ、順調に。今別の方がそうですよ。経営されるもちろん浅草のですね。58年前に女性陣が集まって始めたおかみさん会。いろんなことをされてきましたね。まあ、本当に最初はね、あんな会に入るんじゃないって旦那氏に足引っ張られ同士でしたよね。最初はね、地図を作った、案内地図を作ったところから始まってね。あれもね、こうやって話していいけど、物語があって、こうやって看板で、俺たちの名前が入ってないって言うんで、悔しかったけど、入れた。そうしたらその看板が倒れた。観光客の人の子供足折っちゃった。あらら。私と今半がいなかった。麦とろ。麦とろはまだお嫁さんに来たばっかり。そこへ旦那氏が文句もうそれで入院させたり、そういう時は旦那氏は何もしてくれない。もう本当にそういうこともありましたよ。ご苦労もね、わかりました。そうよ。もう陰出しっぱらいちゃうよね。おかみさん、もう功績がたくさんおありなんですけれども、ご苦労もされてきたと思うんですが、そうですよ。今までそうですね、一番辛かったというか、大変だったご苦労って何がありましたか？じゃあ、うちの旦那が遊んでてお金がないで、頑張ったのはもう一番大変。で、私ほら幸せに育ってたから、これでお金の苦労したんですよ。お金の苦労があったんですか？すごくしたんです。うちの旦那遊びにで芸者のとこ行って帰ってこい。まあ、浅草の旦那みんなそう。うちばっかり中身さんが何人もそうですもん。もう今では考えられないですけれども。そういう環境が、だからそんなに抵抗ないですよ。で、みんなうまくやってんですから。それがね、おばあちゃんを立ててね、本当にそう。だからやっぱり環境、だから商人のうちにサラリーマンが昔ね、嫁に来るとどうして一緒にご飯食べないんですかみたいな話になっちゃう。まあ商売人はね、交代で食べます。商売のそれぞれの時間で食べますから。食べない。ご正月だから何も食べないですよ。商売優先ですからね。当たり前です。サラリーマンさんだってね、やっぱ環境の違いのためなのはよくわかりますよ。なるほどね。そういえばね、浅草の人って浅草の人同士で結婚された方多いですよね。中身さんも石投げで親戚ですから。おかみさん、これまでたくさんのことされてきたんですけれども、まだこれ以上何かされたいことってありますか？まあ、やっぱり町おこしですよね。死ぬまで町おこしです。やっぱり町おこしって休んだらダメです。だから今は私は、まあ、いろんなことやって、ここをね、浅草に集客することが一番大事だと思ってる。だから、よそにないものはこういう演劇的なものですからね。だってもう食べ物はこんな飽和状態でしょ。昔はどんなゴーストタウンって言われたけど、食べ物だけは浅草って週刊誌は書いたんですよね。もうそれが今全然違いしまして、こんな外人ばっかり来ちゃって。そうですね。インバウンドのお客さん非常に来てますもんね。もう本当にいいか悪いかって思うでしょ。いつまで続くかわからないでしょ、これ。そうですね。コロナとかがなっちゃうとね。そうですよ。そんなにボンボン高い家賃でみんな出てくるでしょ。本当にどういうことかと思います、私にして。正直な商売って一個ないじゃないですか。商売やっぱり基本的には正直にしなきゃいけないでしょ。
うちなんかお客さんがこのうち安いねって何人も言ってきますよ。それは私このうち家賃が出ないからよ。それは言えてますね。そうです。うんその分は、うちの息子が、その分サービスだよって。ね、逆に相続者ね、かかるのにね、家賃出ないっていうのは、やっぱり有利ですよね。わかりました。そういう意味では、だから、私これからやっぱり人を寄せるイベント、そしてまた、隣の区、こっちの区の商店街、コラボして、まあ、ちょこちょこやってるんですけど、まあ、やっていきたいな。町おこしっていうのは基本的に、よそにないものか、あればそれ以上のものっていうのが、これ基本ですよ。そうでしょ、何でも、ドローンでも何でもみんなそうでしょ。よそにないもの、あればそれ以上のものでしょ。そうですね。そういう町おこしでも、基本的には同じ。そうすると、まあ、死ぬまで町おこしっていう言葉ありましたけど、すでにこの浅草って非常にポテンシャルがあって、魅力的な町ですけれども、これからますます女性陣の力で大きくなっていきそうですね。まあ、女性陣の力っていうか、なんとかわかりませんけども、まあ、それでいつもね、旦那氏を少し立てながらやるってとこは、やっぱり本当にね、なんだかんだ言ったってね、日本の国は、そうでしょ、やっと総理大臣が女になったって、一言しゃべればもう、えらい騒ぎになっちゃう。からね、その女の浅はさなんていう男もいるしね、やっぱり所詮引っ張られちゃうんですよ、足を。男の方がプライド高いからね、なんだかんだ言ったってね。ですよね。だからやっぱり、まあ、特に下町なんかそうじゃないですか。昔から旦那氏がばってんだし、ね、だから旦那が遊んでないと、のれんは潰れるなんて言われてる時代があったんですから。ね、旦那が遊んでなきゃあのうちは潰れちゃうって。女性がそれだけ頑張ってきた町ってことですね。浅草は女が泣いちゃご飯食べられないっていう町なんです。沢村貞子さんの名台詞です、それが。沢村貞子さんって浅草の長屋の生まれなんですよ。田中川の。で、あの人が言う女が泣いちゃう、ご飯食べられないよって。私もちょっと昼間お付き合いずっとしてましたけど。いまだにね、浅草の街って女性が引っ張っている感じがしますね。そう、底力女ですよ。浅草のね、おかみさんは本当にね、強いですよ。しっかりしてますよ。ね、やっぱりおかみさんやって判断力もいいじゃないですか。ね、イエスかのその場で言えなきゃなんないんだからね。だから私いつもイエスかのその場で言える人間になれって。うちへ帰って相談しましたよ。おかみさんから入れないの。それがおかみさんからの条件だ。うちへ帰って旦那に相談する、そんなやつは入れない。だってみんな平等でしょ。今こそそうじゃないですか。わかりました。これからも町おこし、ぜひ頑張ってください。そうですね。まあ、なんとなく頑張るだけはね、まあ、私を皆さんが死んじゃダメって期待されてるから、でももう今や目が下がってお医者行くのも、ね、お尻の子が痛いとか、ね、夜中におしっこばっかり出るとか、もうそれは大変ですよ、本人は。それはしょうがないというかね、みんなね、あることですね。鉄人じゃないからしょうがないですね。これからできる限りは、浅草の町に貢献して頑張っていきたいと思います、健康で。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録お願いします。Thank you for watching. Please like and comment on the video and subscribe to my channel. See you next time.